朝起きた瞬間からもう疲れている。そんな日々を送っていませんか？今日のテーマは、世界で最も古いサバイバル物語で、アリシを逃れるために物語を語り続けた一人の女性シェヘラザードの物語です。彼女の物語がいかにして、暴力都市の絶対的な運命を覆したのか、その驚くべき生存のための物語術を深く分析していきます。今日私たちが深く掘り下げるのは、千一夜物語という壮大な枠組みの根幹に存在する究極のサバイバル戦略です。それは、物語を語るという行為そのものが、暴力都市の絶対的な権威にいかに立ち向かい打ち勝つことができるのかという問いに対する人類最古の答えの一つと言えるかもしれません。暴君として知られるシャフリヤール王は、妻の不貞に深く傷つきすべての女性に対する信頼を失いました。彼は、毎夜新しい書状メトリ夜明けと共に、その命を奪うという狂気じみた殺戮のサイクルを王宮にもたらします。その絶望的な状況下で、シェヘラザードは、自らの命を懸けて、この運命に挑む決意をします。彼女の目的は、単に王を娯楽で楽しませることではありません。彼女の戦略は、殺戮という暴力的で、直線的な現実の流れを物語という創造的で、無限の創造の世界へと置き換えることでした。物語を語る行為が、王の持つ絶対的な権力、権よりも強い影響力を持つことを証明しようとしたのです。シェヘラザードが提示した物語は、単なるおとぎ話の寄せ集めではありません。それは、ペルシャ・インド・アラブ世界の広大な知識と倫理観を包含した人間の経験の巨大なアーカイブです。このコレクションが持つ真の力は、その多様性にあります。王の硬直した世界観を打ち破るには、一つの真実ではなく、千の異なる視点が必要だったのです。彼女の物語は、人生の終焉を告げる結論を常に先延ばしにすることで、王を物語の世界に引き止め続けました。毎夜夜明けの直前に最も緊迫した場面で話を中断する、このクリフハンガーの技術こそが、彼女の生存を支える唯一無二のメカニズムでした。王は、物語の結末を知りたいという人間の根源的な好奇心にとらわれ、シェヘラザードの処刑を明日へと延期せざるを得なくなるのです。これは、物語が私たちに与える最も深遠な教訓の一つです。すなわち、私たち自身の生もまた、結末を常に引き延ばし続ける未完の物語ではないでしょうか。シェヘラザードの戦略は、私たち自身の存在の脆さと、それを支える創造性の無限の力を象徴しています。彼女の物語がいかにして死を遠ざけ、王の魂を癒し、そして何世紀にもわたって文学と人々の精神を形成してきたのかをこれから詳しく見ていきましょう。シェヘラザードの物語は、文字通り彼女の命綱でした。私たちがこの物語を分析する目的は、単にその面白さを再確認することにとまりません。物語が人間の心理権力構造、そして社会の道徳的基盤にいかに深く関わっているかを理解することにあります。彼女が王に語りかけたのは、単なる伝説や
冒険探ではなく、王自身の内面に潜むトラウマと向き合うための一種の治療的物語だったのです。物語のフレーム全体が一つの巨大なサスペンス作品として機能しています。このサスペンスこそがシャフリヤール王に時間を与え、シェヘラザードに未来を与えました。彼女の戦略は物語の形式的な構造そのものが生命の継続という主題と不可分であることを示しています。終わりを告げないことで、彼女は永遠に生き続ける物語の世界を創造したのです。この驚くべき女子詩は、私たちが物語に何を求め物語が私たちに何を与えてくれるのかという根本的な疑問を投げかけます。彼女の夜ごとのパフォーマンスは、芸術が持つ癒しと変革の力を私たちに雄弁に語りかけているのです。物語の舞台は、古代ペルシャの大王シャフリヤールの治める王国です。彼は、もともと公正な統治者であったとされますが、愛する王妃の裏切りを目撃したことで彼の世界観は完全に崩壊しました。このトラウマは彼を深い人間不信と女性嫌悪へと駆り立て、その結果彼は王妃を処刑した後、毎夜新しい処女をめとり、翌朝殺害するという狂気じみた殺戮の慣習を始めます。この王の行動は単なる個人的な復讐を超え、王国の基盤を揺るがすシステムとしての暴力。変化しました。王の抱えるトラウマは、彼を絶対的な権威の象徴から、感情に支配された破壊者へと変貌させてしまったのです。この恐ろしいサイクルは、やがて国内の女性たちを根絶やしにする危機をもたらし、王の父で、ある宰相ヴィジールで、さえ自らの娘を差し出さざるを得ない窮地に立たされます。この状況下で、王が体現していたのは、論理や道徳を超越した力の概念でした。彼の力は、対話や交渉を拒絶し、絶対的な権力による物理的な解決、すなわち死のみを追求するものでした。この硬直した現実にシェヘラザードは、自らの命を犠牲にして、知的な挑戦を仕掛けます。シェヘラザードは宰相の娘であり、その知性と教養において、右に出る者はいませんでした。彼女は、歴史、哲学、詩医科医学そして、世界中のあらゆる物語に精通していました。彼女は、この王の狂気を止めるには、物理的な抵抗ではなく、精神的な変革が必要であると見抜きます。父である宰相は、彼女の決意を固く止めようとしましたが、シェヘラザードは、自らの意志を曲げませんでした。彼女は、王の魂を癒すことそして、王国の女性たちを救うことこそが、自らに課せられた使命だと感じていたのです。この自発的な行動は、彼女が単なる犠牲者ではなく物語という武器を携えた能動的なエージェントであることを示しています。彼女の計画の核心は、物語の持つ説得力によって王の持つ強制力を凌駕することでした。王は剣によって支配しますが、シェヘラザードは言葉によって王の好奇心と共感を支配しようとしたのです。彼女の戦略は、王の内部に潜む人間的な感情、特に物語への渇望と結末への欲求を巧みに利用することにありました。戦一や物語の構造は、
シェヘラザードの戦略そのものを反映しています。これは、フレームナラティブ枠物語として知られ、シェヘラザードとシャフリヤール王の物語という大きな枠の中に、無数の小さな物語が入れ子式にネスト構造を収められています。この入れ子構造は、物語が次々と物語を生み出す自己生成的なフィクションの性質を象徴しています。一つの物語が終わりを迎えると、その結末がまた別の物語の導入部となり、無限に続くかのような連続性が生まれます。これは、シェヘラザードの命が続く限り物語もまた途切れないことを構造的に保証するメカニズムなのです。物語の冒頭には、彼女の妹ディナルザードの存在も欠かせません。マイオ・ディナルザードは、寧に物語をせがむ役割を担っており、これは物語が始まるための演出的なトリガーとなります。この儀式的な問いかけは、物語の間を整え王が受け身の聞き手となる環境を確立する上で、決定的な役割を果たしました。この作品が成立した歴史的背景も重要です。物語が編纂されたイスラム黄金時代は、知的好奇心と交易が盛んな時代でした。バグダッドなどの大都市は、世界各地の知識と文化が集積するコスモポリタンな中心地であり、シェヘラザードの語る物語の多様性、インドの寓話、ペルシャの叙事詩、アラブの民話は、まさにこの時代の文化的な豊かさを反映しています。このようにシェヘラザードは、自らの知識を武器に、王の権力という絶対的な構造に対抗しました。彼女は、時間を稼ぐという実存的な目的のために、物語の連続性という概念を巧みに操ったのです。彼女の夜ごとの行為は、文学が持つ時間的な制御力、すなわち生命を維持する力、そのものを証明する壮大な試みでした。シェヘラザードの戦略の核は、物語の結末を意図的に引き伸ばすクリフハンガーです。彼女は、夜明けが迫ると物語を最も盛り上がる、部分最も解決が望まれる瞬間で中断します。王は権力によって全てを支配できますが、物語の結末を知りたいという人間の根源的な好奇心だけは彼女が握っていました。この行為は単なる時間稼ぎではありません。それは死という終結を求める王の欲求を物語の継続を求める欲求へと巧妙にすり替える心理的な操作でした。王はシェヘラザードを殺せば物語も同時に終わってしまうことを知っています。物語を続けることが彼女を生かす唯一の理由となるのです。物語のこの一時停止はシャフリヤール王にとって一種の認知的不協和を生み出しました。彼は彼女を処刑する義務と彼女の物語を聞き終える欲望という相反する二つの力に引き裂かれます。この緊張状態を毎を維持し続けたシェヘラザードの天才性が彼女の生存の時間を稼いだのです。哲学的にはこれは実存的な延期と言えます。シェヘラザードの物語は彼女の存在論的な状態存在そのものを王の決定という外部の力によってではなく
彼女自身の創造的な行為によって永久に保留状態に置きました。彼女の人生は物語の継続によってのみ保証されるリミナルな空間に位置づけられたのです。彼女は物語を入れ子構造にすることで、この延期の戦略をさらに強化します。ある物語の中に別の物語が挿入され、そのまた中に別の物語が入ることで、王はどこが真の結末なのかを見失い物語の連鎖から抜け出せなくなります。これは王の硬直した思考を複雑で多層的な現実認識へと強制的に引き上げるプロセスでした。シャフリヤール、王の暴力は彼の過去のトラウマ、すなわち絶対的な信頼の崩壊から来ています。彼の世界観はすべての女性は裏切るという一つの固定的で破壊的なナラティブによって支配されていました。シェヘラザードの使命はこの王の問題の物語を千の異なる視点から書き換えることでした。彼女の物語は王に直接的な道徳的説教をしません。代わりに女性の知恵献身、そして時には裏切り人間の愚かさや残酷さをありのままに提示します。この多角的な視点への暴露は現代のナラティブセラピーに通じるものがあります。王は物語の登場人物たちに共感し、彼らの運命を追体験することで間接的に自身のトラウマと向き合わされました。シェヘラザードは王の持つ二元論的な世界観、中性化、裏切り化を物語の持つ複雑性、すなわち人間には善も悪も存在し、運命は予測不可能であるという現実へと書き換えました。この全身的な変化こそが彼女の戦略の最も巧妙な点です。例えば彼女は王に承認領主、そしてカリフといった多様な階層の物語を聞かせます。王は自分とは全く異なる人生を歩む人々の喜びや悲しみ、基地や愚かさを知ることで単なる王としての視点から解放され、より人間としての多角的な視野を獲得し始めます。このプロセスを通じて王は自身の感情を物語に投影し処理する術を学びました。物語が提供する距離によって王は安全な場所から自身の怒りの根源を観察できたのです。千一夜という長期にわたる暴露は王の硬直した心に共感という最も重要な要素を静かに浸透させました。シェヘラザードの行為は物理的な力に対する知的な権威の勝利を象徴しています。彼女は王の持つ絶対的な強制力、王物語が持つ説得力と置き換えました。王は権によって他人を支配しますが、シェヘラザードは言葉によって王の精神を支配しました。彼女の知識、歴史倫理シーカは彼女自身の生命を保護するための知的財産として機能したのです。王は彼女の知識に依存し、その知識が途切れることを恐れるようになりました。このダイナミクスは王を能動的な殺害者から受動的な聞き手へと変貌させました。王は命令を下す者から物語の次に何が起こるかを待つ者に変わったのです。権力の中心が剣の使用者から言葉の紡ぎ手へと静かに移行した瞬間でした。シェヘラザードの物語は当時の社会構造に
対する微妙な批判としても機能しました。彼女は物語を通して権力の乱用や不公正な裁判を暗に示し王に公正な統治の重要性を教え込みました。これは権力に対する直接的な対立を避ける古代の知恵文学に典型的な間接的な教訓の与え方です。特に彼女の物語の中で頻繁に登場する基地に富んだ女性のモチーフは王の女性不信を打ち砕く上で決定的でした。これらの女性たちはしばしば困難な状況を知恵と機弁を駆使して乗り切ります。シェヘラザード自身がこれらの女性たちの究極の体現者であると言えるでしょう。シェヘラザードの物語の構造は現代の文学批評においても非常に重要視されています。彼女の物語は後のマジックリアリズムやポストモダン文学に影響を与えた自己言及性と無限の再帰性の原型とみなされています。物語が物語を生み出し続けるこの自己生成性はフィクションが外部の現実や主演の脅威に直面した時自らを維持し続けるための生命力を持っていることを示しています。シェヘラザードは死の概念を常に新たな創造物で置き換えることでそれに勝利したのです。彼女の演技の技術は現代のメディアやコンテンツ戦略にも通じます。テレビ、ドラマのシーズン最終話やウェブコンテンツの連続配信において視聴者の関心を引きつけ続けるためのクリフハンガーの利用はシェヘラザードが編み出した生存戦略の直接の子孫と言えるでしょう。彼女は人間の結末を知りたいという欲望がいかに強力な行動の動機となるかを知り尽くしていました。このようにシェヘラザードの物語は単に古いおとぎ話のコレクションではなく物語が持つ時間的な制御力と心理的な影響力そして創造性による生存をテーマにした壮大なメタフィクションなのです。物語の構造がどのようにテーマと統合されているかをさらに深く掘り下げてみましょう。この入れ子構造は王が自分の経験だけに閉じこもっていた状態単一のナラティブから無限の視点を持つ状態多層的なナラティブへと移行したことを象徴しています。王は最初一つの裏切りという経験に固執し世界全体をそのレンズを通して見ていました。シェヘラザードは彼の前にある鏡を無数の小さな物語の断片でできたモザイク画に変えました。これにより王はどの断片も真実の一部ではあるが全体像ではないことを学びました。物語の多様性は王の硬直した倫理観を打ち破るために不可欠でした。彼女の物語には厳格な道徳律だけではなく人間の生の欲望虚栄心そして時には狡猾さも含まれています。これは現実の人間心理の複雑さを王に認めさせるための戦略的な選択だったのです。最終的にシェヘラザードの物語が王にもたらしたのは人生の複雑性と不確実性に対する需要でした。彼女が語る物語の世界では英雄も失敗し悪人も時には成功します。この不確実性の需要こそが王をすべてをコントロールしようとする暴君から運命を受け入れ慈悲を施す
賢明な統治者へと変えるための鍵となりました。シェヘラザードの物語は、現代の心理学、特にナラティブセラピーの驚くべき原型を提供しています。ナラティブセラピーでは、個人が抱える問題やトラウマをその人自身の人生の物語から切り離しより、力強く肯定的な代替の物語を共同で構築することを目指します。シャフリヤール王の場合、彼のトラウマは裏切られた夫という自己定義に固定されていました。シェヘラザードはこの自己定義を直接否定するのではなく、線の異なるナラティブを提供することで、王に裏切られた夫以外の新しい役割、好奇心旺盛な聞き手、そして慈悲深い統治者を提供しました。これは現代の危機管理や交渉の場においても極めて重要です。感情的に硬直した相手に対し直接的な批判や対立を仕掛けるのではなく、相手が受け入れやすい形式物語、データ比喩を通じて新しい視点や情報を提供することで冷静な判断を促すことができるのです。シェヘラザードは感情的な対立を避け、知的エンゲージメントへと誘導しました。シェヘラザードが達成したことは、絶対的な権力に対する最も洗練された非暴力的な抵抗でした。彼女は王権の権威そのものを否定することなく、その権威の行使を自らの物語に依存させることで、事実上の支配権を握りました。現代においても、このナラティブ制御の力は、政治やメディアの世界で顕著に見られます。例えばある特定のイデオロギーや社会問題に対する人々の認識は、単なる事実の提示だけでなく、いかに物語が組み立てられ、いかに情報が継続的に提供されるかによって形成されます。シェヘラザードのクリフハンガー戦略は、現代のメディアが視聴者の注意を継続的に引きつけ、特定の物語に固執させる手法の根源にあると言えるでしょう。特に現代社会におけるエコーチェンバーの問題は、シャフリヤール王の初期の状態と類似しています。王は裏切りの物語という一つの声に閉じこもりたの視点を拒絶しました。シェヘラザードの多様な物語への暴露は、こうした硬直した認識構造を打破した文化的な視点や複雑な真実を受け入れるための必要な外部介入のモデルを提示しています。戦一夜が終わりを迎えた時、シェヘラザードは王の前に彼との間に生まれた3人の息子たちを連れて現れます。彼女はもはや物語を語る必要はありません。王は彼女を許し、彼女の物語の知恵と子供たちの存在という新しい生命を認めます。この結末は単にハッピーエンド以上の深い意味を持っています。物語による延期の戦略が最終的に生命の継続という物理的な結果、すなわち子供たちの誕生によって補強されたことを示しています。シェヘラザードは言葉の力だけで命を救うだけでなく、その言葉によって未来の継承者を生み出すという最も確かな形で勝利を確定させたのです。この作品は人生において最も深刻な危機に直面したとき、人間が持つ想像する力がいかに重要かを教えてくれます。死という絶対的な結論を前にしても、
物語を紡ぎ続けることで、私たちは自らの存在を肯定し、未来への希望を創造することができるのです。このシェヘラザードの戦略は、現代の日本社会における課題にも深く響く洞察を与えてくれます。シェヘラザードが示したのは、千一夜に及ぶ途方もない忍耐と持続の力です。日本文化において、茶道や武道に見られるように、プロセスや継続そのものに価値を見出し、急激な結果を求めない間の文化が重視されます。シェヘラザードはこの間を物語によって意図的に作り出し、その時間をかけて王を変容させました。現代社会が求める即効性や即断とは対照的に、長期的な問題解決には、この物語による延期の時間が不可欠であることを示唆しています。シェヘラザードは、王の権力を直接批判するのではなく、寓話や比喩を通じて間接的に教訓を伝えました。これは日本における察する文化あるいは本音と建前を使い分ける非直接的なコミュニケーションの価値に通じるものがあります。感情的な摩擦を避け物語という媒体を通じて共感を誘発することで、最も厳しい相手の心を動かすという手法は、現代の人間関係における機微を理解する上で役立ちます。現代の企業や組織においても、なぜこの仕事をするのかという物語、ナラティブの構築は、従業員のエンゲージメントを高める上で不可欠です。シャフリヤール王は、破壊という単一のナラティブに支配されていましたが、シェヘラザードは、冒険愛正義といった多様なナラティブを提示し、組織、王国の目的を再構築しました。組織の危機を乗り越えるには、過去の失敗を乗り越え未来に向けた魅力的な新しい物語を語り続けるリーダーシップが必要です。現代社会において、特に若者や創造的な職業に就く人々が直面する創作のプレッシャーや燃え尽き症候群もシェヘラザードの物語と共鳴します。彼女は死の脅威という究極のプレッシャーの下で、毎日新たな創造性を要求されました。彼女の生存は、創造的なアウトプットが自己の価値を証明し、困難な状況を乗り越えるための最も強力な武器であることを教えてくれます。シェヘラザードは、言葉と想像力が物理的な力あるいは過去のトラウマという最も強固な現実の壁をも打ち破ることを証明しました。彼女の物語は、私たち一人一人が自らの生を紡ぐナレーターであり、その物語の結末を決定する力を持っていることを教えてくれるのです。私たちが今日見てきた千一夜物語は、単なる東洋の幻想的な物語集ではありません。それは人間存在の根源的な問いしと生、権力と知性トラウマと癒しに対する壮大な哲学的回答です。シェヘラザードの戦略が私たちに教えてくれた革新的な教訓を3点にまとめます。第一に物語は生存のための技術であるということ。シェヘラザードの成功は物語の形式、特に結末を意図的に引き伸ばすクリフハンガー、そのものが生命を維持するための機能として働いた点にあります。彼女は
物語を語るという行為を通じて、死の絶対的な権威を一時停止させ、自分の命を物理的な暴力から知的な空間へと引き上げました。言葉と想像力は、権や法律といった強制的な権力に対抗する、最も強力な非暴力的な武器となるのです。第二日清の変容には、継続と前進性が不可欠であるということ。シャフリヤール、王の改新は一夜にして成し遂げられたものではありません。千一夜にわたる物語の累積的な効果、つまり多様な人間経験への持続的な暴露によって、王の硬直した世界観は徐々に溶解しました。このことは、根深いトラウマや社会的な偏見を克服するには、直接的な論破ではなく時間をかけた共感的なナラティブによる介入が最も効果的であることを示しています。第三に権威は、知識と知性によって制約されるということ。シェヘラザードは、自己犠牲的な献身と、歴史倫理文学に関する広範な知識によって、王の絶対的な権力を事実上支配しました。彼女の物語がなければ、王は再び破壊的なサイクルの餌食になったでしょう。この物語は、統治者にとって力だけでなく、人間的な知恵複雑な現実に対する理解そして、何よりも聞く力が不可欠であることを何世紀も前から示唆しているのです。シェヘラザードの物語は、私たち自身の人生を振り返る鏡でもあります。私たち一人一人も毎日自らの人生の物語を紡いでいます。今日という夜明けを迎えられたのは、昨日の物語の続きを聞きたいという、私たち自身の生命力の結果かもしれません。シェヘラザードの知的遺産に触れた今、皆さんが次に探求すべきテーマや作品をいくつかご紹介します。まず物語が生存のメカニズムとして機能するというテーマに関心を持たれたなら、ノーベル賞作家ガルシア・マルケスの100年の孤独をお勧めします。この作品に登場する絶え間ない物語の連鎖は、シェヘラザードの自己生成的なフィクションの現代的な解釈と言えるでしょう。次に権力と知性の関係、特に間接的な説得術については、古代中国の真心や日本の標本家たちの知恵が参考になります。直接的な戦闘を避け相手の心理と状況を操る戦略は、シェヘラザードの物語術と深く共通しています。また、人間のトラウマと物語による回復というテーマでは、現代の精神分析学における語りの力や実存主義の思想家たちが提示する自己創造としての人生という概念を掘り下げて見るのも良いかもしれません。シェヘラザードの物語は、私たちが生きる上で直面するあらゆる困難に対する一つの回答を示してくれました。それはいかに絶望的な状況にあっても物語を紡ぎ続けることで、私たちは自らの存在を肯定し、未来への希望を創造することができるということです。人生はクリフハンガーの連続かもしれません。しかし、シェヘラザードがそうであったように、私たちは物語の結末を私たち自身の手で選ぶことができるのです。私たちがこの知的探求の旅を続ける限り、世界は新たな物語と知恵に満ち溢れています。あなたの知的な旅が
より豊かなものとなりますように。また次の作品でお会いしましょう。